こんにちは、こっとりです。ご視聴ありがとうございます。今回のこっとりチャンネルは、一度は行ってみたい美術館として有名な四国徳島の大塚美術館、そして鳴門海峡の渦潮をレポートする内容です。すでに他の動画でもこすられまくってきた人気スポットですが、これから訪れる人にとって役に立つよう私が感じた良いところを中心に紹介していきますので、どうぞ最後までお楽しみください。この日は朝早く神戸に出て、三宮から高速バスで行くことにしました。明石海峡大橋から淡路島を渡って約1時間半。鳴門大橋のその奥に見えてくるのが目的地の大塚国際美術館です。9時半の開館直後には到着することができました。入り口には観光バスをはじめ、駐車場からのシャトルバスなど大型のバスがたくさん出入りしていました。正面の外観からは山のふもとの玄関だけが見えますが、実はこの山の内部が巨大な美術館になっていて、ここから山頂の建物まで中でつながる構造になっています。昭和のオタクから言わせると、これはもうウルトラ警備隊の基地みたいなもんですね。ここで私が気に入ったところは、入り口の外にも大型荷物を預けられるロッカーが設置されていることです。しかも嬉しいことに100円を預けて後で戻ってくるタイプ。遠方からの旅行者にとってスーツケースなどを気にせず回れるのは大きな安心ポイントです。また帰る方のための待合所も完備。空調が効いていてテレビもあり、バスを待つ間も快適に過ごせます。ではチケットを買って入場します。すると目の前に長いエスカレーターが現れました。なんと長さが41メートルもあるそうです。ちなみにウルトラマンのウルトラセブンも身長は40メートルです。それを超える長いエスカレーターを登っていく中で、これから始まる特別な世界に期待感が高まります。館内にも手荷物用ロッカーやカフェスペースも点在していて、長時間過ごしやすい作りになっていました。最初に出迎えてくれるのはシスティーナホールという大空間。天井いっぱいに広がるのはミケランジェロの名画最後の審判。ローマのバチカン市国にあるシスティーナ礼拝堂をそのまま再現した環境展示という手法で、まさに圧巻のエリアです。実はこの場所、2018年の紅白歌合戦で米津玄師さんがレモンを披露した会場でもあります。その記念として米津さん自身が描いたレモンの絵も展示されていました。世界的な名画と並んで、こういう親しみやすい展示もあったり、館内には絵画クイズやフォトスポットも多く、絵の人物になりきって写真を撮れるアイテムまで用意されていました。アートファンだけでなく、家族連れでも十分楽しめるよう工夫されています。また、各所にソファーやベンチといった休憩スペースが配置され、歩き疲れたらすぐに一休みできるのもありがたいところ。訪れる人の快適さをしっかり考えて設計されていると感じました。そして、展示されている1000点を超える名画が全て陶板で再現されているというのがここの最大の特徴です。この製造技術によって劣化しない、色あせない、1000年後にも残る名画として保存できるのです。しかもその陶板を作っているのは私の地元滋賀県にある大塚近江陶業という会社。信楽にある工場で製作されているので、いわばここは信楽焼の展示会みたいなものとは違いますけどね。作品とは距離が近く、絵筆のタッチまでしっかり観察できます。本物ではありえないほど近づいて見られるのも陶板ならではの魅力。館内は地下3階から地上2階までが全て展示エリアですが、各階をたどるだけで古代からルネサンス、印象派、現代アートまで西洋美術の歴史を旅しているような気分になります。レストランやカフェも比較的リーズナブルでゆったり過ごせます。私は地下2階のカフェド・ジベルニーで一休みしました。モネの大睡蓮をモチーフにした池の周りにオープンテラス席があり、まるで絵の中に入り込んだような気分になります。
昼はタイ炙り丼を頼みました。西洋美術に似合わずめちゃくちゃ和食ですけど、ナルトはタイが名物みたいです。デザートは名画の名前が付けられたケーキセット。こちらは田舎のダンスになります。どれも美味しかったです。ごちそうさまでした。ところで、私が個人的に印象深かったのが、フランダースの犬でネロが見たというルーベンスの名画。フランダースの犬に登場する作品という説明パネルもありました。我々世代にとってルーベンスといえばもうフランダースの犬ですよね。思い出しますね。子供の頃、日曜の夜に見たあの最終回。ネロとパトラッシュが教会で天に召されるシーン。今でこそ昭和アニメの感動シーンとして語られてはいますが、当時リアルタイムで見ていた子供たちにとって、あれはもう今まで散々苦労してきて最後に死ぬんかいっていう虚無感のみ、ただのトラウマでしかなかったことをここでお伝えしておきます。この日は近くのホテルを取っていたので、チェックインをしても一旦3時頃には外へ出たのですが、その日のうちなら何度でも再入館できるというのもとてもありがたいシステムでした。実はこの大塚美術館ができた頃、近所の知人が陶板技術の開発に関わった方と親しくしていて、あの美術館は本当にすごいと教えてくれたことがあります。でももう25年以上前のこと。その時はまだ自分も若くて、全部レプリカでしょと思ってあまりピンときていませんでした。それが今ではすっかり評判も大きくなって、実際に訪れてみたら、そのスケールの大きさとリアルさにただただ圧倒されました。館内をすべて回り終えた頃には、まるで世界一周してきたような満足感に包まれます。展示のスケール、施設の快適さ、スタッフの対応、どれをとっても素晴らしく、3300円という入館料も十分コスパの良さを感じることができました。今回泊まったホテルは美術館からは徒歩3分、部屋からオーシャンビューが楽しめる鳴門海月別邸大丸海月さんです。大丸という名前の通り、翌朝の朝食はタイ尽くしの豪華メニュー。お昼ご飯はいらないなというほど海の幸でお腹いっぱいな朝ごはんでした。少しのんびりしてからホテルを出て、とりあえず鳴門大橋へと向かいました。渦の道は鳴門大橋の真下に作られた遊歩道で、足元のガラス越しに海の様子を覗くことができます。下を覗くと潮が緩やかに流れていて、まだこの時間帯は思ったよりも穏やかな海。それでも橋の高さにはちょっとドキッとします。ちなみにこの鳴門大橋の高さは海面から約45メートル。はい、ウルトラマンの身長40メートルよりちょっと高いです。
またそれ言うんかいって思った方、ありがとうございます。ここのスタッフの方のお話では、今日の1時2時頃には渦潮で景色が一変しますよとのこと。潮の満ち引きや月の位置によっても見える時間帯が変わるそうです。その後、山の上の展望台などに寄った後、ホテルの人に勧められた渦潮汽船の乗り場を目指しましたが、坂も多くて少し迷ってしまいました。喉も渇いていたので、途中で見つけた渦の屋というお土産屋さんでペットボトルのお茶を購入。店の方に道を尋ねると丁寧に教えてくれました。ちなみにこの泡番茶は名物だそうです。美味しいお茶でした。言われた通りにトンネルを抜けて坂を下っていくと、位置的にはちょうど美術館の山の裏、真下あたりが港になっていました。思っていたより距離は近く、山や海に囲まれたこのエリアは高低差こそあるものの、どこも徒歩で回れる範囲。美術館ができる以前から昭和の観光地だっただけに、街全体がうまくまとまっている印象でした。港に着いたのはお昼12時過ぎ。直近の船は12時半でしたが、先ほど渦の道で聞いた渦潮のピークを狙って1時の船に乗ることにしました。12時半の船はお客さんがかなり多かったので覚悟して乗り込みましたが、なんと1時の船は私たちともう一組だけを乗せただけで出発。お昼時だったせいかお客さんが極端に減り、ほぼ貸し切り状態でした。これもホテルの立派な朝食でお腹が減らず、お昼ご飯のことを考えずに済んだおかげです。船はゆっくりと港を離れると、一気にスピードを上げて鳴門海峡へ。遠くに見えていた鳴門大橋がみるみるうちに目の前に迫ってきます。橋の下、さっきまで穏やかだった海面がまるで別の世界のように荒れ、いくつもの渦が激しく巻いていました。この渦は太平洋側と瀬戸内海側の潮の満ち引きによって狭い海峡を大量の海水が通過し、流速の差が生じることで生まれる、まさに自然が描く水のアート。渦の直径は30メートルにもなることがあって、日本一はもちろん世界でも最大級らしいです。鳴門海峡って世界的に見ても特別な場所なんですね。下手したら大塚美術館だけ見て帰ろうとしていたので、もったいないことになるところでした。すごい迫力で、これはもういつ海の中から怪獣が現れてもおかしくない状況です。ちなみに徳島からの観光船として別の港からは鳴門観光汽船という会社の渦潮環状船という大型の船も出ています。ただこの渦潮汽船は船が小さい分色も大きいし水面も近く、より迫力があるのではと思います。こちらしか乗っていないのであくまで個人の見解ですけど、料金は1600円、渦の道との共通チケットで1850円でした。幸いお客さんも少なく、目の前で繰り広げられる自然のショーを心ゆくまで堪能することができました。あちらに見えるのが渦潮環状線ワンダーナルトみたいですね。今回の動画はチャンネル初の旅レポながら、根はレトロ系 YouTube だけに、例えば関西万博のように最新でもなければ話題のスポットでもない、結果としてただの定番の観光旅行という内容になってしまいました。ただし初日は大塚美術館、2日目は鳴門の渦潮と、人の手が生み出す芸術、さらに自然が生み出す芸術、この2種類のアートを体感し、すっかり満足することができました。この動画が皆さんの旅のきっかけや息抜きになれば嬉しいです。さて、今回のこっとりチャンネルいかがだったでしょうか。このチャンネルはちょこっと懐かしいをテーマに、時代を感じさせるちょっと古いものやゆかりのある場所を紹介しています。
少しでもよかったら高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ励みになります。よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。